こんにちは、アリアです。前回は、マヤ文明の始まりと、ツォルキン暦。時間を意識の周波数として扱った独特の世界観についてお話ししました。今回は、その中でも多くの人が一度は耳にしたことがある2012年という特別な年についてと、マヤ人が未来へ残したメッセージについて深く紐解いていきたいと思います。2012年、世界が終わると言われた年。地球が滅亡すると予言されたと騒がれた年。でも、当時を振り返ると、世界は何も終わりませんでした。地球は崩壊しなかったし、巨大な天変地異も起きなかった。では、マヤ文明が伝えた終わりとは一体何だったのでしょうか。ここには非常に深い意味が隠されています。マヤ文明が伝えた終わりとは物理世界の終わりではありませんでした。それは意識の周期の終わり、そして新しい時代の始まりだったのです。まず、マヤ文明にはバクトゥンという考え方があります。これは約260年のサイクルで地球全体の意識がどんなテーマを迎えるのかを示す大きな流れでした。そしてこの大周期が20回重なると約5200年のさらに大きな周期が終わります。2012年はその5200年周期の区切りでした。つまり地球が一つの長い魂のレッスンを終えて次の段階へ進むタイミングだったのです。この周期の切り替えはマヤ文明だけでなくシリウス文明やプレアデス文明、そしてアトランティスの神官たちも共通して意識の転換点として記録していました。宇宙全体で観測されていた変化の節目だったとも言えます。ではなぜ2012年がそれほど重要だったのでしょうか。ここには地球の位置が関係しています。地球は太陽系に属し、太陽系は天の川銀河の中心を約26000年かけて一周する軌道を描いています。この銀河の周期の中で太陽系が最も光の強い領域に入るタイミングがちょうど2012年前後だったのです。この領域はプレアデス文明やシリウス文明が光の帯と呼んできた場所。ここに入ると地球の周波数が自然に上がり、意識の目覚めが加速する。だからこそ古代文明はこの時期を節目として重要視していたのです。実際、2012年以降、世界は大きく変化し始めました。価値観の転換、人間関係の変化、人生のリセット、覚醒、二極化。多くの人がそれまでの生き方が続かなくなったと感じ始めました。2012年は地球の周波数そのものが変わり始めた年だったからです。マヤ文明は地球の未来や災害を予測していたわけではなく、彼らが見ていたのは意識の地図の方でした。つまり、人類の意識が新しい段階に入るタイミング。それが2012年だったのです。そして、この変化は今も続いています。2012年が完成ではなく、入り口だったということです。実際、多くの人が2012年以降、自分の内側の声を大切にするようになったり、生き方を変えようとし始めたり、スピリチュアルな視点に触れるようになりました。これは地球の意識が変化している最中に起きやすい現象です。さらにもう一歩踏み込んでお話しすると、2012年から始まったのは二極化の進行でした。意識が高く開いていく人と恐れや執着の中にとどまってしまう人。この二つの流れがよりはっきり分かれていく段階に入りました。これは地球が意識の進化を選んだからです。マヤ文明は2012年以降の世界が意識の浄化期に入ることを知っていました。そのため、ツォルキン暦で手放し、再誕、再構築というテーマが繰り返し現れる周期が未来に多く設定されていたのです。つまり、2012年の終わりは古いパターンが
終わる合図でした。そして、始まりは、新しい価値観、新しい生き方、そして、新しい地球の意識が動き出すことを示していました。では、この変化を古代のマヤ人はどのように感じていたのでしょうか。彼らは天体の動きと地球の意識が一致していることを理解していたため、宇宙の周期を読むことで未来の意識の流れを読み解いていました。未来の出来事ではなく、未来の意識の状態を知っていたのです。そして彼らが残した最も重要なメッセージはこうでした。未来は決まっていない。意識の選択で現実は変化する。この言葉はマヤ文明の神官たちが何度も伝えていたものです。2012年以降、私たちは自由意志というテーマをより強く問われる時代に入りました。何を信じ、どう生きるのか。自分の本心に沿って生きていくのか、それとも恐れに従って生きるのか。これらの選択が以前よりもはっきりと現実に影響しやすくなっています。この理由は地球の波動が上昇し、私たちの意識が現実を作る力を強く持つようになったからです。マヤの神官たちはこの変化を新しい周期の始まりと呼びました。そしてマヤ文明と関係が深いプレアデス文明は2012年以降の人類の覚醒を長い間観測してきました。プレアデスの英知は光と調和の方向へ導く性質があります。そのため地球が光の強い銀河領域に入るタイミングでプレアデスと地球の意識のつながりが強くなると言われてきました。これは最近直感が冴えるようになった。以前より本質がわかるようになった。価値観が大きく変わったと感じる人が増えている理由の一つです。一方でシリウスの影響も強まりました。シリウス文明は形あるものの構造を司る文明です。そのため2012年以降に技術革新が加速しているのはシリウスの力が働いているとも言われています。AI、量子技術、周波数医療、これらはマヤ文明が遠い未来のサイクルで意識の道具として使われると予見していた分野でした。このように2012年は地球が宇宙の中で新しい座標に移動した年と言ってもいいかもしれません。そして人類全体の意識がその新しい環境に合わせて変化し始めた時期でした。ただし、この変化には波があります。すぐに世界が劇的に変わるわけではなく、小さな変化が積み重なっていきます。その積み重ねが今の私たちが感じている時代の転換の正体です。マヤの神官たちはこうも言いました。新しく生まれた世界は最初は小さく見えにくい。けれど意識を向けた人の前にだけその世界が姿を現す。つまり2012年の周期が示していたのは世界が変わったではなく、世界を変える時が来たというサインだったのです。そしてこの新しい世界のテーマについてマヤの碑文には続きが書かれています。未来の人々へ意識を整えて進め、あなたたちの選択が地球の運命を変える。このメッセージこそマヤ文明が未来へ託した本当の意図でした。物質ではなく意識の文明へ、争いではなく調和の時代へ、そして恐れではなく目覚めの選択へ。ではその未来へのメッセージとは具体的に何だったのでしょうか。そしてマヤ文明は今の私たちにどんなヒントを残したのでしょうか。それは遺跡としての石や建造物だけではなく、エネルギーとして地球の中に眠る情報でもあったと言われています。世界が終わるという予言ではなく、世界が変わるというサイン。その変化に合わせて意識を整えてほしいという願いでした。マヤ人が未来の人々に残した最も重要なメッセージ。それは意識が現実を作るという言葉です。とてもシンプルですが、
この一文の中に深い意味が込められています。マヤ人は宇宙と人間は同じリズムで動いていると捉えていました。そのため宇宙の変化が地球の意識に影響し、地球の意識が人間の意識に影響し、人間の意識が現実を生み出していく。この連鎖の仕組みを悟っていたのです。つまり、未来の世界がどうなるかを決めるのは外側の出来事ではなく、人類の内側にある意識だと理解していました。この思想は現代のスピリチュアルや量子論で語られている。意識が物質化する、観測が現実を形作るといった考え方と強くつながっています。では、マヤ人が伝えた意識の方向性とは何だったのでしょうか。マヤ人は未来の地球が2つの方向に分かれていくことを予見していました。一つは恐れ、分離、支配の方向。もう一つは調和、目覚め、統合の方向。この2つの方向は2012年を境により鮮明に分かれ始めました。マヤの碑文に記された言葉の中に、内側に光を見る者は未来の門を開く。内側に闇を見る者は過去に縛られ続けるという表現があります。これは善悪の話ではなく、意識の位置の話です。外側の出来事を変えようとするのではなく、自分の内側の在り方を整える。その方向性に気づく人が増えたとき、地球全体の未来のタイムラインが変わり始める。マヤ人はそれを理解していました。だからこそ、彼らは暦としての時間ではなく、意識の周期を未来へ残したのです。ツォルキン暦は人間の意識が波のように変化し、成長し、浄化していくプロセスを示していました。そして、その周期の中でも重要なのが手放しの時期です。マヤ文明は未来の人間が最も大切にすべきことは手放すことだと伝えていました。それは怒り、恐れ、執着、罪悪感、こうした古い周波数を浄化することで新しい世界へ進む準備が整うからです。もう一つ重要なメッセージがあります。目覚めは選ばれた人だけのものではない。意識を整える者は皆新しい世界を見るというもの。マヤ人は覚醒を特別な人だけの体験ではなく、地球全体の自然なプロセスとして理解していました。2012年以降、世界中でスピリチュアルや自己探求に興味を持つ人が増えたのは、地球の意識が本来の光の流れへ戻ろうとしている証なのです。では、マヤ文明が最も伝えたかった革新とは何だったのでしょうか。それは、あなたの選択が地球の未来を変えるということです。これは、とても大きな責任のように聞こえるかもしれません。でも、マヤ人が伝えたかったのは、責任ではなく、可能性です。個人の意識が変われば、その人の現実が変わる。個人の現実が変われば、その人の関わる世界が変わる。その連鎖が広がることで地球の未来を方向づける。だからこそ、マヤの神官たちは未来に向けてこう言いました。外の世界に惑わされず、内側を整えよ。あなたの波が未来の波を作る。この波という表現は、時間を波として理解していたマヤ人らしい言葉です。意識の波が整えば、未来の波も整う。逆に、意識が乱れれば、未来も乱れやすくなる。それを深く理解していたからこそ、彼らはツォルキンを残しました。そして、マヤ文明は、未来にもう一つの重要な言葉を残しました。恐れるな。このシンプルなメッセージは、碑文や口伝の中で繰り返し語られました。恐れは、意識を閉ざし、波を乱し、未来を狭くしてしまう。だからこそ、変化の時代に必要なのは恐れではなく、自分の内側への信頼でした。未来の地球はどうなるのか。マヤ文明は、細かな未来の出来事は
残しませんでした。なぜなら、未来は決まっていないからです。決まっているのは方向性だけです。その方向に沿って、どんな世界が形作られるのかは、人類の意識の選択に委ねられています。そして今、地球はその選択の時代の中にいます。調和の方向へ進むのか、それとも恐れの方向へ戻るのか、その分岐の中に私たちは立っています。マヤ文明が残した知識は、その選択を正しく恐れずに行うための地図でした。最後に、マヤ文明が未来に残した最も美しい言葉を紹介します。あなたは星の子である。あなたのうちに宇宙がある。その光に目覚めよ。これは私たちの魂が本来持っている記憶を呼び覚ます言葉でもあります。私たちは偶然に生きているのではなく、長い魂の旅の中で、この時代、この地球、この瞬間を選んで生まれてきました。その選択の理由は、目覚めのため、そして新しい地球を作るため。マヤ文明は、その未来を信じ、準備し、情報を残してくれた文明でした。だからこそ、今、私たちが、この知識に触れること自体が、すでに、覚醒のプロセスの一部なのです。次の時代を、どう生きるのか、その答えは、一人一人の中にあります。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。